事前登録50万人達成おめでとう。はいどうもこんにちは、ニメラと申します。今回はですね、事前登録者数が50万人を突破したということで、新たに追加されたゲーム内達成報酬の方をね見ていきながらお話ししていこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。ということで早速本題に入っていきましょう。ではまずはじめにですね、この度50万人達成したということで、以前にもご紹介しておりました星5確定チケットが必ずもらえるようになりましたので、ぜひ推しキャラを当てていただいてストーリーサクサク進めちゃってください。では気になる50万人以降の達成報酬なんですが、まず55万人達成で小さい砥石10個と最角の魔石1個がもらえます。まず小さい砥石に関してはですね、砥石というぐらいですから、おそらく武器強化とかに使う素材だと思われます。で問題はですね、次の最角の魔石というやつなんですが、これはおそらくキャラ育成要素の一つであります才能解放に使う素材なんじゃないかなと思っているんですが、ただ才能解放に使う素材にはタイプみたいな感じで何種類かありまして、建国の方の施設でもね、生産できるくらいには割とレアリティ低めの素材なんですよね。じゃあそれを報酬で1個だけ渡すって何なんだよって一瞬思ったんですけど、これよーく見るとね、色が虹色なんですよね。でそこで気づいたんですけど、多分この最角の魔石を1個使えば才能解放で5段階あるうちの1段階分の育成がそれだけで済んでしまうんじゃないかっていうのが、僕の考えなんですけど、多分ねそういう解釈で合ってると思うんで、はい大丈夫だと思います。で次に60万人達成で魔物の国風豪快鍋10個とリムルの記憶石1個がもらえます。まず魔物の国風豪快鍋ってあれですよね、原作にも出てくるナイトスパイダー入りの意外と美味しそうなお鍋のことですよね。そんなのどうでもいいんですけど、このアイテムはですね、おそらく差し入れに使うアイテムなので、メインで使うキャラにね差し入れしてあげて絆レベル上げてあげるのがいいと思います。次にリムルの記憶石なんですが、これは35万人達成報酬にもありました覚醒に使うアイテムなんじゃないかなと思われますので、何も考えずにリムルに使っちゃっていいんじゃないかなと思います。で次に65万人達成報酬で盟友の証100個とリムルの記憶石1個がもらえます。リムルの記憶石はね先ほどもお話ししたんで説明の方は省きますけれども、問題はこの盟友の証ってやつですよね。まず盟友っていうのはですね、おそらくフレンドのことだと僕は考えておりますので、単純に考えるとねフレンドポイントのことを言ってるんじゃないかなって思うんですよね。ですのでガチャ石を使って引くガチャの他に無料ガチャみたいなものがあって、その無料ガチャを引くためのポイントなんじゃないかなっていうのが僕の考えなんですけれども、これに関しては本当に根拠も何もなくただの消去法なんで、あくまでね話半分で聞いておいてください。で最後に70万人達成報酬なんですが、魔晶石合計100個がリリース記念ログインボーナスによって追加配布されるということでございます。まずこの魔晶石というのはですね、ガチャ石のことでございますので、魔王竜のガチャ石は魔晶石というのをね皆さん覚えておいてください。ちなみに今回初公開の情報というわけではありません。先日の TGS 生配信番組の冒頭の方でねちらっと映っておりましたので、実は公開済みの情報でございました。ということで、どうでもいい話でねだいぶ話がそれてしまったんですが、実際のところね魔晶石100個もらえますって言われても、何個で10連ガチャが引けるかっていうのがねまだ公開されておりませんので、これに関してはね何とも言えないんですけれども、さすがにね70万人達成報酬というくらいですから、10連ガチャに必要な魔晶石の半分とか3分の1くらいにはなってほしいかなとは思うんですけれども、そこはね運営さん信じて期待という名のねプレッシャーかけながら引き続きリリース待っていきましょう。ということで最後にね本当に一つだけ補足なんですが、こちらの画像を見てもらうと分かる通りですね、こんな感じでカミングスーンとねまだ下の方に書いてありますので、これからも事前登録者数が増えていくにつれて豪華な報酬が追加されると考えていいのかなと思います。思うんですが、そもそも事前登録者数が増えていかないとですね、今回ご紹介させていただいた報酬もね一つももらえませんので、ほんと少しでもね事前登録者数が増えて我々がリリースを楽しみにしている魔王竜がですねさらに盛り上がっていってくれるように、引き続き魔王竜の方を応援していきましょう。ということで以上がですね事前登録達成報酬に関するお話でございました。正直言いますと前回の報酬に比べるとですねちょっとインパクトという面ではかなり物足りないのかなとは思いましたね。前回が強すぎたってのもありますけど、
おそらく運営さん的にはですね、今回はゲームプレイに役立つアイテムを中心に報酬を組んだとは思うんですが、実際ね、僕をはじめ魔王竜を詳しく解説している実況者さんたちの動画をあらかじめ見ていないと、多分今回の報酬ね、ほぼほぼ理解されていないんじゃないかなって思うんですよね。ですので、もっと事前登録者数を増やしたいというのであれば、単純にね、こうパッと見た時になんかインパクトが強いものを一つくらい入れといた方が良かったのかなというのが今回個人的に思ったところでございます。ただ本当にゲームプレイする際にはですね、実際に役立つアイテムが結構ありますので、もらえて嬉しい報酬ということには変わりはありません。ですので、先ほども言いましたけれども、引き続きね、リリース待ちながら魔王竜の方を応援していきましょう。ということで、今後もですね、魔王竜に関する有益な情報を発信していこうと思っておりますので、ぜひチャンネル登録して次回の動画もお見逃しのないようよろしくお願いいたします。では今回の動画はここまでということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。